どうも秀樹です。どうもジャスティンです。前回大好評だったこのジャスティンとピーちゃんが出演するなんていうんですか、3人のトークショーじゃないけどゆる動画ですね。動画トークショー、今回はそれをもう一回やろうかなと思います。はい、自分この間機長に昇格しまして、おめでとうございます。ちなみにキャプテンピーちゃんもいますね。画面外にで、ジャスティンも、自分と同じ会社でいた時に機長としても飛んでましたし、今は副操縦士と飛んでるんですけど、いずれ機長になるんで、今回はいつかね、いつかは絶対なるんで、今回持ってきた、企画じゃないけどお話はですね、自分インスタでフライトアテンダントの人たちが、フォローしてくださってるんですけども、その人たちにどういう機長が好きですかっていうふうに、インスタで募集したところ、たくさんのお答えがもらいました。みんなが求めているキャプテンはどういうキャプテンなのか、それを聞いて学ぼうという回でございます。それを、P ちゃんが一つずつ読んでくれるので、 CA さん、フライアテンダントさんが思う好きなキャプテン、こういうキャプテンが大好き。では聞いてみましょう。P ちゃん、一つ目からお願いします。一つ目から、何事でもだけどありがとうってちゃんと言ってくださるキャプテンは好感が持てる、信頼できる。基本中の基本やけどこれ別にね、パイロットだけじゃなくても仕事でも何でも、キャプテンだけじゃなくて、特にキャプテンとしてね。でもよくあれじゃないなんていうやろ、これ、キャプテンもいろいろストレスあってもイライラすることもあって、それで多分言えるタイミングだったり言える余裕がなくなって結局言えてない場合もあるから、そこをやっぱ言える人がやっぱね、チームとしてやってるわけなんで、確かに、いいですね。みんなチームだからね。じゃあ次行きましょそういう感じだよね。う。そういう感じちゃんとありがとう言いましょう。最後ありがとう言いましょうとね。そんな感じでこんな感じでいきます。で最後にまとめでこういうキャプテンになりましょうっていう感じだけど、敏感でお土産を買ってきてくださるコックピットキャプテンが好きです。密かにそれを楽しみにしています。敏感でってこと？お土産なんか敏感でご飯買ってくるとかスタバ買ってくるとかじゃなくてお土産？あれじゃない？なんか日系だとやっぱりさ、空港の中でもいろいろ買うものあるじゃん。だからさ、名物のお菓子とかがある空港に行くと敏感でそれをささっと買いに行って、だからそういう話はでもよく聞くよ。やっぱクルーの間で人気のスイーツとかあって。なるほどね。アメリカちょっと難しいよね。だってそのお土産っていうのはあんまりないじゃん、アメリカって。そうやね。ない空港にも全然ない。だからみんなスタバやもんな。そうだね。クルーにコーヒーを買ってあげるとか、そういうのだけど、それかそのステイ先で行った時の、国際線でもどっかステイ先で行った時のお土産を買ってって感じかな。じゃあできるとしたら俺らができるとしたら、敏感は無理だと思うけど、それがどっかの空港の名物っていうか、この空港ではこれがすごく美味しいからこれをクルーに買ってあげるとか、そういうことをするとか。ヴェルノ行ったことある？ユタ州のさ、ちっちゃい空港。ないわ、多分ないわ。グランドスタッフの人がベーカリーを持ってて、でクッキーをいつも持ってきてくれたんだけど、クルーに。そこでそのクッキーをちょっと多めに買ってそれを配ったりとかは1回したかな。そういうのかな。いいキャプテンいますよ、もうすでに揃えてます。はい。では次はでも圧倒的に多いのがお菓子くれるキャプテン。これに似てるけど何個か読む。じゃあ全部読んでて。毎回サンタクロースのようにお菓子をいっぱいくれるキャプテン大好きです。単純ですがお菓子などの差し入れをくださるキャプテンが一番好きです。長いフライト前にお菓子やお弁当を差し入れしてくださるとテンション爆上がりします。お弁当のキャプテンもいるんだ。すごいな。お菓子くれる機長。もう結論、お菓子買えばいいってことでも食べ物を敏感でお菓子くれたりステイ先のお土産をくれる人ですね。テンション上がります。ステイ先でご飯をおごってくれる人です。これはでもよく聞きますよね。一つの世界中でみんな話題になるトピックの一つじゃない。機長がおごるかおごらないか問題みたいな。実際どうなの？僕たちもそうだよね。キャプテンがおごってくれる時とかすごく嬉しいよね。嬉しいよね。嬉しいしありがたいし、もちろんねおごってくれるだろうっていう手ではいかないけど、おごっていただく時にはすごく嬉しいし、このキャプテンはすごくクルーのことを考えてくれてるんだなって思うから。
そうやね、まあ、少なくともドリンクスな飲み物とかを出してくれるとか、とにかくなんかそのおごってくれるっていうのはすごくありがたいし、嬉しいし、特にまあやっぱり働いてる人たちって、何レグとかもあって食べる時間とかあんまりないかもしれないし、もちろん飛行機の食べ物とかって基本的にお客さんのためじゃん、だからそれを僕たちは食べることもできないし CA たちも食べれないから、そういうふうになんかレイオーバーとかね終わってくれるとか何か持ってきてくれるっていうのは確かにありがたい、そうやね。だから実際これどうなんやろ、仲良かったら、まあそれはキャプテンはおごるけど、何も仲良くなかったらどうすんやろうなと思って。例えばでっかい、ジャスティンとか78とかやったらもういっぱい CA さんおるやん、そういうのは全員とかでまずご飯まずないか、そもそも。あんまりないね。やっぱりクルー全員ではあんまりないけど、ある時にはそうだね、なんか僕の会社はパイロットと CA はもう別々のホテルが多くて、たまに一緒の時もあるけど、まあ、別々のが多くて、でもそれでもまあみんな集まってご飯食べてる時とかはまあでもおごってくれるキャプテンもいるし、まあ、食べ物は別でなんか飲み物をおごるとか、それがもう完璧に別々で、まあもちろん、ね、全部ありだし、なんか逆にねなんかおごらなきゃいけないっていうわけでもないから。そうやな、そうやな、キャプテンもおごりたい人はいるやろうけど、でもやっぱキャプテンもやったら家庭があるわけやから、それで毎回おごったら奥さんから「いやいやいやこれで出費毎月何十万いってるやん」とかなったら、まあ、そんないかんかもしれんけど、いやでも難しいところですよね、はい、なんかパーセンテージとかよくなんか聞いたことある、なんぼ払うみたいな、あ、それ結構あるかも。何パー払うみたいな、副操縦士何パーセント、CA さん何パーセントみたいなとか、まあそういう意味分けるっていうか、キャプテンがじゃあそれって副操縦士の仕事、その何パーセント決めるんで。いやでもないよアメリカどうなのかなと思って。いやあんま俺もそんなのはないからな、例えばキャプテンがじゃあ俺 75% 払うわとか、そういうパターンもあるかな。ジャスティンがキャプテンの時はおごってた？おごってましたなるほど、好感度上げとくまあ全部おごることはまあたまにしてたけど、なんか特別な時とか、特にそういうなんかクリスマスに働くとか、誰かの誕生日だったりとか、でもまあ普通に割り勘の時もあったけど、まあ基本的にキャプテンとして飛んだ時にはまあ少なくともドリンクがまあクルー全員、まあドリンクぐらい、今日お疲れみたいな感じで、それぐらいはやろうかなとは思って、それは気持ちでもね、それぐらいはいるよね。なるほど、勉強があります、はい、でもなんかおごらないとしても結構多いのが、クルーをご飯に誘ってくれる方、乗員さんたちや会社の裏話が聞けて嬉しいですとか言ってる人結構多いからおごらないとしても、そのパイロットからご飯行きませんかを喜んでくれる CA さんが結構多いみたいだよ。これでもちょっと難しいんじゃない？でも行きたくない人もやっぱりまあね、人にはねよるよね。これでキャプテンたちがみんな勘違いして急にご飯誘い出したらこの動画見てちょっと大変なことになっちゃう。やっとコロナ終わって、コロナのおかげでこう毎回飲み会とかなくなったのに、またこれが復活しちゃったらでいろいろね問題がまた起きちゃいそうで難しいですね。だからバランスよく難しいな。とりあえず程よく誘うと、あとまあ気持ちだけでも払うってことですね。はい。では次行きましょうか。はい。機内でミーティングした後、さらっと頭上の荷物入れを開けてくれる人。これはなんかアジア圏の感じがすんな。そんなことまで気がついてくれるんだっていうのが嬉しいんじゃない？そうやっぱりチームワークじゃない、それは。まあちょっとだけその CA たちのやらなきゃいけないことを一緒にヘルプしてくれるとか。で特に前の会社ではコロナの前にはシートベルトを毎回折りたたむみたいな作業をやってたんよね。でコロナでまあそれなくなったんだけど、まあ、それを全席やるの結構大変だから、時間ある時には僕たちも行って手伝って、それはすごく喜んでくれたっていうのがあって、そういう感じじゃないかなみたいな。確かに気持ちが、お気遣いの気持ちがあればいいってことですね。まあ、俺もたまに開けるのなんで閉まってんねんって、これって今からお客さん乗るのにと思って開けたりとか、変なもん残ってないかなとか、まあお気遣いが大切ってことですね。はい、チームワークだね。あとはね、4便ある時にもう長丁場だから座ってブリーフィングしようって言ってくれる方が好きです。これはこれ日本あるだね。これ日本。そもそもいつも座ってる？座って。でもこれ航空会社によるんじゃない？航空会社によって立ってやる場合もあるし、だってなんか
YouTube 他の YouTube とか見てても座ってブリーフィングしてる人たちも結構見るなっていう印象あるから、まあ会社によるんじゃない？あと大きい飛行機とかやったら座ってたら見えへんからじゃんみんな。おるかちゃんとみたいになるんじゃん。結構ねこのミーティングとかブリーフィングに関するコメントが多くて、あと朝一のフライトでブリーフィング始まる時に爽やかにおはようや頑張りましょうを伝えてくださる方、新人時代にブリーフィングで機長から知識の確認してもらいましたとか多いね。ブリーフィングとかミーティングに関するこういう機長がいいっていうの多いね。なるほど。機長が飛行情報とともに今日一緒に働く客室乗務員の名前を一人ずつ紹介してくれるとき、とてもやりがいと感謝の気持ちを感じます。でもこれたまにおるよね。機長によって分かれるよね。まあ、長い小さめの飛行機かな。だから73とか320ぐらいか、それ以下の飛行機やんな。それ以上大きかったら CA もたくさんおるんで、名前全部言ってたら大変なことになっちゃうんで卒業式の1個ずつ発表していくみたいな感じになっちゃうからまあでもまあしますね。自分も今回のトリップでしてましたね。一応名前を呼んでました。はい。あとなんだろう、文化の違いかもしれないねこれ。だってアメリカってもちろんブリーフィングもするんですが、なんかそんなに全て決まってるっていうわけじゃないもんね。結構どっちかっていうともう軽めに、ちゃんとブリーフィングするものを話してよし行こうみたいな感じで、だから全員を集めて、はい最初からこういうふうにブリーフィングしますとかそういうのはもう決まってないから、アメリカだと結構気楽にやってる気がするよね。なんかまあそうやね。そこからもうフランクで入ってるね。フレンドリーに。なるほど。緊急事態に終わりNEXT でも結構このコミュニケーション系が多くて、コミュニケーション取りやすいキャプテンだと仕事しやすいですとか、そうだね。緊急事態に関わらず何かあったらいつでもコールしていいからねって言ってくれるキャプテンには外れなし。だから聞いてる感じフレンドリーに何でも何かあったら言ってねっていうタイプと、もう個人プレーの人がいるみたいな感じやな。なんかもう腹にこもるじゃないけど、コックピットにこもるじゃないけど、でもいるよね。そういう人はある。全然だからどっちもいるよね。どっちもおる。逆になんかちょっとフレンドリーすぎる人もいるし、全く何もしないキャプテンがいて、やっぱり副操縦士としてはそれを見て、自分はこういうキャプテンになりたいとか、こういうキャプテンこういう部分はやらないように頑張ろうとかっていうふうに勉強になるよね。逆に自分もキャプテンになった時にはもうそれを意識して気をつけなきゃいけないっていうふうに思ってたから。確かにそれはほんまにそうだね。バランスだね。バランスだな。何回目だろうバランスついたの本当にバランスとチームワーク。でもそのバランスも難しいよね。その人のバランスとこっちのバランスが違うから具合が分からんよな。言うてなんかキャプテンでさ一番難しいのってそれじゃない？なんかだってキャプテンになって操縦とかは同じじゃん。なんか飛行機の操縦の仕方とか、言ってそうやね。そのチームワークとかそのマネジメントやろ。そうマネジメントコミュニケーションだからもう全てやる。その CA とかそういう人たちのマネジメントも含まれてるってことだよね。だからもちろんお客さんのこともそうやね。全部。はい。では続けてありますか。いろいろ教えてくれる機長がいいです。質問いっぱいあります。それってそうなんや。フライト中とか？いやじゃあもう普段ちょっとしたこととかでもじゃないかな。これ機長もね知らんこともあるし、なんやろね。でもタイミングとかなんかあるんかな。だからその CA 側じゃない機長からしたらこうした方がうまく進むっていうこっちサイドの機長のサイドの側のことがやっぱり CA サイドの人と私は全て知り得てるわけじゃないから、そこが分かればやりやすいってことなんかな。違うかもね。分からないですけど、なんかねあんまりこっちがアメリカ機長が CA の人にこうした方がいいよこうした方がいいよとかあんまガビガビ言う人はおらんよな。もう下からどうした方がいいんじゃないっていうぐらいのね。こっち側 CA さんも強いんでね。そう強いんではい。逆になんか CA の方が難しいというか大変な仕事部分的にはね、そういうなんかお客さんとのやり取りとかしなきゃいけないから、それは僕たちはもう慣れてないというかやらない仕事だから、支えてサポートできるところは頑張ってするようにしようとしてるけど、なるほど難しいですね。
あとね、ランディング上手なキャプテンっていうのはいくつか来てますよ。どうですか？おーこれはね仕方ないですね。仕方なくないでしょう。いやまあまあでもたまにランディング上手なんか言いたいことがありそうだからどうぞ。まあでもたまにはドスンと落とさないといけない時はそうもちろんあるし、もう短い時スムーズとか、そりゃそう短い時天気悪い時いやそれも含めてのじゃない？上手なキャプテンってそういう意味じゃない？まあでも自分もたくさんのキャプテンと飛んできましたけど、やっぱキャプテンも人なので、やっぱ急なあれとか読めない時とかまあいろいろありますね。あまりキャプテンでもドソンつける人はたくさんいます。はい。やっぱりなんかそのいいチームとかを作ってればさ、いじったりとかそういう感じとかあるよね。なんか CA と仲良くなったりとかしてたまになんかパンってつけたりとかしたらね、コックピットドア開けてきたら背中痛いなとかなん今のみたいなお首がっつって来るんですよ CA の人が。まああとそうやな、まあでも分かってる人は分かってますね。もうみんな CA の人たちもキャプテンともう何年も飛んでる人たちもいっぱいいて、で自分もその人たちと飛ぶことがよくあって、である時キャプテンがこうハードランディングしてバーンみたいな、それで CA さんが「ああなんやろ今のランディングは」みたいな「どうせあんたやろ」みたいな「副操縦士の秀樹じゃないなあんたやな」みたいな、まあ、そういう感じのまあ雰囲気もあって、なんやろな、似てるやつあるよ。着陸が上手だった時ギャレーに出てきて他のキャビンクルーと笑顔で楽しそうにおしゃべりしていて、ランディング褒められたいのかな、なんだか可愛いなって思っちゃいます。あ可愛いんだね、すごいやいやよかったよかっただってそうだもんね。正直そうだよね。めちゃくちゃうまいやつ言ったらね、あるよね。なんかうまくいったらやっぱりナイスランディングって言われるとすごく嬉しいっていうのはあるし、でもその逆にさ結構クソなランディングの時って絶対開けないドアも閉めたままあるあるね、あるある、そういう時はありますね。はい、CA さんもランディングをちゃんと見てくれてるってことだね。頑張ります。はい、頑張りますね。はい、次。遅れている便で巻いてくれる機長。はい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 。まあそうですね。まあ巻こうとはしますけど、まあね。まあでもね、ちゃんと安全面をまず第一にして巻くんで、巻いたら必ずね、ミスとか出てくるんで、まあなるべくまあできる範囲内で、安全をキープしてるまま。そう難しいところだから。まあそれは大事ですね。キャプテンとして大切なのはもう仕方ない部分を理解する。遅れるのはもう仕方ないから、でもまあ安全第一で。そうやですよね。アメリカ結構多いですね。もう急いでいいことなんか一切ないんで。だからもう遅れたら仕方ないんですよ。まあ原因はもう自分たちだけじゃないし、もういろんなものがかかって遅れているんで、もうゆっくりやろうぜ、チルしてやろうぜっていう感じでっていうのはアメリカスタンスですね。はいはい。星を見せてくれるキャプテン。へえ。まあでもコックピットに休みの最中とかに入って上空で、そういう感じ見せる人。何かすごく綺麗なものを見える時とか。ちちょうど昨日のフライトでミッドウェイ、ハワイの西にある本当にちっちゃい島の、まあ、空港とかあるんですけど、なんか普通はあまり見えないよね。雲とかかかって、でそれが昨日たまたま見えて、でキャプテンがその時に CA を呼んで「見たい」って言って、でみんな入ってきてで見ててすごく喜んでたから、そうやってなんか普段見れないものとか、やっぱりキャビンから見にくいものをコックピットから見せられるとすごくまあ確かに喜ぶ。これハッピーだね。人もいるから。オーロラとかね。確かに。それいいですね。だからトイレ休憩とか関係なしにってことでね。全員じゃなくて何人かみたいな。いいですね。やりましょう。やろうと思います。はい。やっぱりコックピットからの景色って格別だもんね。あとイケメンなキャプテン。これどうやって頑張るうち。イケメンなキャプテンだから中身もイケメンなんでしょ。だからそれもそう。全てて込みのイケメン。多分そうやと思う。頑張りますね。頑張ろう。頑張って内面磨いてイケメンに。内面とかね。はい。でも大体全部読んだかな。読んだ。
ありました。アナウンスがよく聞こえるキャプテン。ああ、まあそれはね前もねさくちゃんとランちゃんの動画でも話したけど、まあ逆にいやでもうるさすぎてもあかんもんね。前そうだね口でガーって言ったら。逆にそういう意味ではインプットがあるとすごくありがたい。ああ確かに。だって分からないよね。わからないよ。今のうるさかったでとか聞こえづらかったで。で飛行機によって全然違うもんね、その音量とか。だからなんかアナウンスして聞こえなかったら聞こえなかったよっていう連絡とかあったらすごくありがたい。それアメリカしかできんちゃう？そうだよね。そうかもね。コックピットも準備してね、これ電話したらお前邪魔やねん、うるさいんやって今準備中やってなりそうやもんね。普通になるもんね。なんかアナウンスして今のめっちゃいいアナウンスだと思ったらピーンってきて全然聞こえなかったはいなんでみたいなとかあるもんな。だからまあでもはっきり喋るとかそういうのが大切やね。はっきり喋ってであと喋りすぎない。そうやね、喋りすぎないね。ちゃんと言いたいことを伝えられるように。だからそういうキャプテンもいるよね。なんかずっと喋ってるみたいな。たまになたまにね。まあ短くですね。大体読んだけどやっぱりね一番多いのがこうコミュニケーションしてくれるとか、あとチームで飛ばしているので CA の意見にきちんと耳を傾けてくださる理解のある機長は素敵ですとか、CA さんをこうチームの一員として尊重して意見をこうそうやね。まあ CRM ってまあ要するにチームワークなんで。まあね、大事な情報ですからね。それによってもしかしたら何か物事を決める時のあれになるんで、例えばね緊急ダッシュするかしないかで大切です。そんな感じですかね。あとジョークを言ってくれるキャプテン。これはアメリカですが、要するにユーモアある方ってことだよね。面白い方ってことだよ。雰囲気をちょっと雰囲気を作るって、ライトにするか。そうやね。これもやりすぎはね気をつけなきゃいけないよね。もうなんか親父ギャグを連発してるみたいになっちゃうからそうこのバランスです。バランス難しい。ちなみに募集はもうほぼもうで英語の方が多いです。正直英語が大半で日本語もだから、ね、日本に限らずいろんな外国の航空会社で働いてる CA さんからも来てるよね。日本も含めて韓国とかあとブラジルとかアメリカとかいろいろです本当に。外国の方 CA の方さんから多いのはなんかドーナツを早朝のフライトで持ってきてくれる人。でお菓子がドーナツ食べ物結局食べ物だね。差し入れの定番ドーナツだもんね。乗客の人が寝ている時にアナウンスをしないでいてくれるキャプテン。これランちゃんとサクちゃんが言ってたやつやな。タイミングね。大体のキャプテンのマイクってめっちゃうるさいからって書いてある。そう思う？いやもう分からん。いや本当に僕たちからは分からないよね。そっかそっか。マイクチェックして聞こえるけど分からんねんな。やっぱり飛んでると聞こえないもんね。なんか後ろはどうなってるかっていうの分からないから。ゾーンとかねいろいろ音があるから。だからもしそういうことがあればインプットお願いします。そうよね。乗客の人と話をするキャプテン。どういうことかな。乗客ともコミュニケーションを取りに来てくれるキャプテンってことかな。まあなるほどね。乗ってる時とか搭乗中とか、もしくはなんか問題が起きた時にとか。そうかもね。それもあるかもね。うちの会社はそのできる限りアナウンスをコックピットからするんじゃなくてキャビンに行ってお客さんを向いてアナウンスするっていうそうやねことを言ってるよね。自分の会社もそう進めてたわ。そうしたらなりやすいっていう。はい。なるほど。いいですね。それも大事ですね。やっぱ最高責任者としてのね、そういう仕事もしてくれる人がいいっていうのはあるんだろうね。やっぱりコミュニケーション、バランス、チバランスームワーク、そうやね。そう3つだね。コミュニケーション、僕何つった？コミュニコミュニケーション、チームワーク、バランス。バランスね。あとはそうやね。あとお菓子。はい。それがでもやっぱ共通してるかもね。共通してねそのコミュニケーションを取ってくれる人とお菓子お菓子。差し入れ。コミュニケーションとお菓子さえすればあとそうやね。中ちゃんコミュニケーションの中に情報も含まれるのか全部いろいろ。そうだ。チームワーク、コミュニケーション、あと何やろ。お菓子か。差し入れ。でもこれってだからざっくり CA さんに対する気遣いとか。チームとして雰囲気よくやっていこうっていう気持ちが伝わるから嬉しいんじゃない？そうやな。だから気遣いもこのコミュニケーションに含まれるから。なるほど。コミュニケーションってことじゃない？まとめると。そうやね。もっとコミュニケーション、お菓子ってことだね。
もうまとまっちゃったよ、動画終わっちゃったよ。でももう全部出た。言った言った。はい、皆さんなのでそういうことらしいです。頑張りますか。はい。いっぱい答えてくれてありがとうございます。皆さんありありがとうございますがとうございました。まあジャスティンは副操縦士でもありますけども、まあいずれ機長になりますし、別にこれ機長だけじゃなくても副操縦士でも使えるそうねテクニックっていうか、まあ基本になると思うんで、それをまあ毎日努力していいキャプテンになれるように頑張りたいと思います。はい。皆さん動画が良ければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。See ya。バイピーちゃんもバイバイ。